ガリレオ・ガリレイの父の職業は何だ。ということで1580年代です。前回1570年代は画家フランソワ・クルーエと作曲家トマス・タリスが活躍し、フランスでサンバルテルミの虐殺が起きた時代でした。さて前回1570年代にトリエント公会議以降、宗教画にカトリック教会の検閲が入るというお話をしましたが、ネーデルラントの人々にカトリック信仰を強要するくらいのガチガチのカトリック教国スペインにおいては、当然のごとくスペイン人の画家たちには宗教画しか注文されず、作品の展示には異端審問の検閲が入ることになり、女性のヌードが描かれた神話画などを描くことは許されないことになります。しかしスペイン王室はちゃっかりフランドルやベネチアなどの外国の画家たちによる女性のヌードが描かれた神話画などを宮殿に飾って楽しんでいたようです。いい加減な奴らですね。やはり宗教は建前のツールでしかないといった感じです。そんなスペインでこの時代に活躍していたのがエル・グレコです。エル・グレコはかなり珍しいことにギリシャ出身です。しかもまたしても本名はドミニコス・テオトコプロスといい、全然違う名前です。エル・グレコはスペインで活躍しましたが、スペインに来るまでは彼はイタリアにいたため、イタリア語でギリシャ人を意味するグレコにスペイン語の男性定冠詞エルがついた結果、エル・グレコと呼ばれるようになったというややこしいことになっています。しかしそれにしても全然名前が違いますよね。名前がギリシャ人ってすごすぎです。本名にかすりもしていないしで、これはかなりひどいネーミングと言えるんじゃないでしょうか。まだおちびちゃんとかおデブちゃんといったように親しみを込めて呼ばれるのはまだしも単にギリシャ人ですからね。これはひどいです。そしてなぜエル・グレコはイタリアからわざわざ当時美術の面で劣っていた上に画家の地位も低かったスペインに行ったのかというと、エル・グレコはイタリアで神とまで崇められていたミケランジェロのデッサン力を称賛する一方、色彩については画家の名にも値しないなどととんでもない酷評したため、イタリアにいられなくなったからスペインに行ったと言われています。もし本当ならば恐ろしく度胸のある発言ですね。そしてこの絵のように大胆なデフォルメなどかなり特徴のある絵を描くエル・グレコは後期マニエリスムの代表的画家とされています。しかし彼は死後忘れ去られ、20世紀初頭に前衛的画家であるとだいぶ後になってから再評価された画家です。あのピカソもエル・グレコに影響を受けた一人とされています。このチャンネル内では紹介しきれませんが、他にもこのエル・グレコのように当時かなり活躍していたけれども死後すぐに忘れ去られたとか、一旦忘れ去られたけど20世紀などで発見され再評価された画家や作曲家がかなり多いです。ちなみにこの絵の中には当時著名だった人々が描かれており、エル・グレコは肖像画家としても優れていたと評価されています。そしてこの時代の音楽ですが、なんとそれでも地球は回ってるとか、地球は動くとか、地球は回るとか言ったとか言わなかったとかのガリレオ・ガリレイのお父さんが登場します。意外なことにガリレオ・ガリレイの父の職業は作曲家であり、彼はリュート奏者でもありました。しかもこの曲は結構意外にも現代的な感じがしますね。ヴィンセンツォ・ガリレイは音楽の理論の上でも功績を残し、1600年代以降の新たな音楽の革新的様式の発展にも深く関わっている重要人物でもあります。親子揃って偉大なガリレイ親子です。そして16世紀の閑散とした音楽界に珍しく、もう一人重要な作曲家がこの時代に活躍していました。やはり主流な音楽はまだこういった感じですね。オルランド・リラッソは1560年代に登場したルネッサンス音楽の集大成者と言われる
パレストリーナに匹敵する作曲家とされています。ラッソは国際的に活躍し、教皇から勲章を与えられたりと、当時の作曲家としては異例の待遇を受けたほどの人物でした。さらにこの時代の作曲家には珍しく、出生地が分かっている人物です。しかしやはり生い立ちなどに関する資料に乏しく、彼はあまりにも美しい声だったので、3回も誘拐されてイタリアにたどり着いたとかという信憑性の実に怪しい逸話が残っています。もはやギリシャ神話に出てきそうな話です。そして1550年代の時にも少しお話ししましたが、特に16世紀までの作曲家に関する情報は、もしかしたら彼はこういう意図でこういう行動をとったのかもしれないとか、この時期に誰々に出会ってこういう技法を学んだ可能性もあるとかなどの真実かどうかわからない推測による記述がすごく多いです。そしてこの1580年代にスペインがポルトガルを併合して太陽の沈まぬ国となります。この時代あたりにはすでに衰退し始めていたポルトガルですが、そんな中ポルトガル王が無謀なモロッコ遠征を決行して戦死してしまったため、王朝が断絶してしまいました。そしてそれを機にスペイン王フェリペ2世が強行的にポルトガルを併合し、さらにアメリカ大陸とアジアにあるポルトガルの海外領土も併合したため、スペインは世界最大の植民地帝国を形成し、文字通り太陽の沈まぬ国となります。これにてスペインは最盛期を迎えます。そのスペインに併合されたポルトガルは約60年後の1640年に反乱を起こしてスペインから独立します。ちなみにこのスペイン絶対王政の最盛期を築いたフェリペ2世は熱心なカトリック信者であり、普段全く笑わなかったけれども、前回1570年代に起きたサンバルテルの虐殺の報告を聞いた時は、さすがのフェリペ2世も生涯で唯一笑ったと言われています。なかなかヤバいやつですね。しかしそんな最強を誇ったスペインも、この8年後のイギリスとの戦いであるアルマダの海戦に敗れ衰退していきます。太陽沈むの結構早いです。まずこの時代、イギリスは1530年代に登場したヘンリー8世の娘エリザベス1世が統治していました。彼女は生涯独身だったためバージンクイーンと呼ばれている人です。そしてこの頃、イギリスの侵略船がスペインがアメリカ大陸から銀や財宝などを持ち帰る途中の船を襲い略奪するという行為が横行していました。この侵略船なるものは国家が特定の個人や団体に対してスペイン船などの外国の船に対する略奪行為に許可を与えた民間の武装船です。そして彼らは奪った戦利品から定められた割合のものを国に納めていました。やっていることは普通に海賊と変わらず、もはや国自体が海賊やギャングかそれ以上で、ギャング構想が可愛く見えるレベルの規模です。そしてスペインはその侵略船の取り締まりをイギリスに要求しましたが、エリザベス1世自体が侵略船企業の最大の株主であることもあり、イギリスはその要求に取り合わず、さらには1560年代から行われているオランダ独立戦争をイギリスが支援し、スペインの貿易活動を妨害したため、フェリペ2世は無敵艦隊を出動させイギリスに戦争を仕掛けることになります。ところがお互いそこそこの勝負を繰り広げた後、無敵艦隊はイギリス上陸を諦め引き返すことにしますが、途中で暴風に見舞われ壊滅してしまいます。そしてこれ以降、スペインは徐々に衰退に向かっていき、逆にイギリスはこの後徐々に植民地政策などを通して大英帝国への基礎を築いていきます。このようにこの時は格下の小国であったイギリスが秘めたる力を見せずに無敵艦隊を破ったというのではなく、お互いそこそこの勝負を繰り広げたけれども、最終的に無敵艦隊が帰り際に暴風にやられて勝手に沈没したといった感じです。そしてこの時代にはモンテーニュによるエッセイが出版されました。このエッセイは自分自身の生活を顧みて自分の経験をもとに考察したという内容のもので、後の哲学者などにも大きな影響を与えたとされています。さらに古典からの引用が多数なされている一方、聖書からの引用はほとんどないため、無神論者による書物とされ、後の時代に禁書扱いともなりました。それでは最後にこの時代に書かれた絵を2枚紹介します。最初の絵はサンテディティートによる作品です。受胎告知とは新約聖書の話で、
処女聖母マリアにイエス・キリストが宿ったことを神の使いである大天使ガブリエルが告げるという話でよく書かれる題材です。右にいるのが受胎告知を受ける聖母マリアで、手には聖書を持っており、左には大天使ガブリエルが手に聖母マリアの純潔を表す百合を持っています。上には聖霊を表す鳩や天井からの光が書かれています。ここでもやはり聖母マリアは赤い服に青いマントを羽織っています。しかしこの絵の聖母マリアは受胎告知を受けるも、そんなん嫌やわっていう感じの表情が独特ですね。しかし上では神様がよっしゃいけって感じで問答無用に鳩を飛ばしています。次の絵はこちらです。スプランヘルは北方マニエレスの代表的画家です。この絵はギリシャ神話の話で、手前にいるサルマキスが奥にいるヘルマフロディトスに言い寄りますが断られてしまいます。しかしサルマキスは立ち去るふりをして木陰に隠れます。そしてサルマキスが立ち去ったと思い込んだヘルマフロディトスは服を脱いで泉に入り水浴をします。そして木陰に隠れていたサルマキスが泉に飛び込み、神々に自分たちが離れることがないようにしてくださいと頼むと、二人の体は融合して両性具有になったという話です。ちなみにこのヘルマフロディトスは英語で両性具有を意味するの語源になったとのことです。ということで1580年代はエル・グレコが活躍し、音楽界ではガリレオ・ガリレイの父ヴィンセンツォ・ガリレイとオルランド・デュラストが活躍し、そしてスペインがポルトガルを併合して太陽の沈まぬ国となるも、アルマダの海戦でエリザベス1世率いるイギリスに敗れました。そしてモンテーニュによるエッセイが出版された時代でした。次回は1590年代です。作者不詳の何やってるのかよくわからない絵の登場です。それでは。